10年以上怪奇現象に悩まされてるんだが、思い返してみると、すべては中学3年の時に始まっていた気がする。もしかしたら、本当はもっと前に始まっていたけど、自分が気づいていなかっただけなのかもしれない。長い話になるが、もしかしたら解決策を知ってる人がいるかもしれないから聞いてほしい。僕が中学3年の時、クラスで体育祭の打ち上げをやろうという話になって、有名なチェーン店の食べ放題の店に行くことになった。その店は駅から少し離れていて、バスが出てるので、みんなで駅に集合してバスで行くことになった。打ち上げ自体は何事もなく和気あいあいとした雰囲気で、夜9時頃に解散となった。そして帰りのバスを待っていた時にあることに気がついた。バス代がなかったのだ。僕は仕方がなく歩いて帰ることにした。僕の他に S と M も歩いて帰るって言ってくれて、3人で歩いて帰った。僕らは帰り道、たわいもないことを話した。確か内容は誰々が誰々のことが好きだとか、ゲームの攻略法とかの話だった。僕らはずっと話していたんだが、ある瞬間から3人同時にピタリと話さなくなった。あらかじめ言っとくが、僕は霊感なんてものは持ってなく、さらに怪奇現象は否定派だった。しかし、その時感じた気配は、そんな僕でもやばいって思えるものであったし、他の2人も同じことを考えてたと思う。そこから無言で歩き続けると、その異様な雰囲気を出してるものの正体が分かった。ベンチの上に白い服を着た女が座っていたのだ。僕はその女がこの世のものではないとすぐに分かった。見た目は20代ぐらいなのだが、目がある部分が黒い空洞になっている。さらにそこのベンチは待ってても何も来ないし、明かりも隣にある自販機しかない。その女は靴も履かず、ベンチに体育座りのような格好をして、僕らの方をずっと見ていた。僕らは動けなくなってしまった。そして1分ぐらいが経過したら、その女がこっちの方に歩いてきた。そしたら S が、走れと叫んだ。その瞬間、僕らの体は動くようになり、言葉にもならない絶叫を上げて走った。駅まで一度も止まることなく走って、駅に着き、明かりとたくさんの人を見て安堵した。そして、駅で解散することになった。僕の家は駅から近いので大丈夫だったのだが、S と M は遠いし、しかも家も逆方向なので、少し不安そうな顔をしてた。しかし、いつまでも駅にいるわけにもいかないので、5分ぐらいしてから解散し、皆おのおの家に向かった。そして僕が家に帰って、風呂に入って一息をついていると、M から電話がかかってきた。僕が出ると、M は、あの女がいたんだよ、と電話の向こうで叫んでいた。僕は最初、からかっているのかと思ったが、M の緊迫した声ですぐ嘘ではないと思った。それから M は絶叫混じりに今の状況を話した。要約すると、それは M の家に帰る途中の田んぼの前の自動販売機の前にあの女がいたということだった。女の近くには車も自転車もなく、
あの場所から歩いてそこまで行くのは不可能だったため、M は急いで家に帰ったという。そして家に着いてから僕に電話をかけたという話だった。僕は電話の向こうで取り乱している M をなだめ、明日学校で対策を考えようと言い、電話を終了した。次の日学校に行くと、なぜか全員昨日のことを知っていて、僕に話しかけた。なんで知ってるんだと驚いていると、教室で S が言いふらしていた。そうやってヒーローみたいに話す S を廊下に引っ張っていき、昨日の M からの電話の内容を伝えた。すると、とりあえず M が来てから話し合うことにしようと言って、S はまた皆に言いふらしに行った。しかし、その日、M は来なかった。僕と S は心配になり、M の家に行くことにした。家のチャイムを押したが、誰も出なかった。何回押しても出ず、家には誰かいる気配もなかった。僕らは心配になったが、明日来るだろうと思って、その日はそのまま帰った。しかし、M は次の日も来なかった。その次の日も、その次の日も来ず、1ヶ月後に先生から転校したと告げられた。僕の母が M の母と仲が良かったので、何があったのか教えてくれた。M は打ち上げの次の日の朝から何かにずっと怯えていて、精神を病んでしまったらしい。その次の日から僕らに怪奇現象が起こるようになった。僕は何度も金縛りにあった。夢で僕は自分の部屋にいて、それからすぐに部屋の窓から緑色の光が差し込んできて、それが部屋を覆い尽くしたところで目が覚める。すると、すぐに僕の上に誰かがのしかかったような感覚がして、手首をつかまれて動けなくなってしまった。その状態が1時間ぐらい続いて、急にふっとつかまれていた感覚がなくなった。僕は怖くなってその日は母親の布団に潜り込んで寝た。次の日の学校で S にその話をすると、S も全く同じ体験をしていた。そこから2ヶ月間ぐらいその状態が続いていたんだが、ある日ぴたりとそれはなくなった。僕らはきっとまた来ると思って最初は不安だったが、受験生だったので、そのことも次第に忘れていった。そして僕らは高校生になった。S とは違う学校に行った。そこで新しくできた友人 H と知り合い、一緒に買い物に行くことになった。僕は新しい友達と買い物に行けることが嬉しくて、すぐに OK をし、次の日2人で出かけた。その店はエレベーターを使って下に降りていくのだが、その日はおかしかった。エレベーターは確かに下に降りてる感覚がするのだが、一向につかない。そして5分くらい経ってから扉が開いた。着いた場所は僕らが乗った場所だった。H は、なんで下に降りてないん？などと笑っていたが、よく見ると目が笑っていなかった。そしてその日は買い物する気にもなれず、そのまま帰った。そしてその日の夜からまた金縛りに遭うようになった。しかし、以前と一点だけ違っていて、夢で見る僕の部屋の隅にあの女がいたのだった。僕はすぐに S に連絡したが、S は引っ越していて、電話番号がわからず結局連絡はつかなかった。そんなことが1ヶ月間続いて、またピタリとなくなった。そして何事もなく時間が流れていき、
高3の夏、僕は H と山にカブトムシを取りに行くことになった。僕の学校は山にあるので、カブトムシがどこで取れるか、どの時間帯に行くのがいいか分かっていたため、夜10時に山のふもとに集合した。そこからカブトムシスポットに向かってる途中、山の舗装されてない道からおじいさんが出てきた。僕は山菜採りかなと思ってそのまま歩き続けようとしたら、そのおじいさんが山の崖っぽいところの前で小刻みに震え出した。僕らが驚いていると、おじいさんがパッと消えてしまった。崖の下に落ちたのかと思って僕と H は急いで下を見たが、誰もいなかった。僕は帰りたくなったが、H が強がって、ここまで来たんだから一匹ぐらい捕まえて帰ろうぜ、と言ったので、カブトムシを取ることにした。そして、スポットである展望台に行こうとしたのだが、ある異変に気がついた。展望台までの道がなくなっているのである。僕らはさすがに怖くなって、最短で下山できる神社を通り、道を駆け下りることにした。そして神社に着いてから嫌な予感がした。そして予感は的中することになった。神社の賽銭箱の上にあの女がいたのだった。僕は途中で失禁してしまった。それほど怖かったのだ。そして山の下で僕と H は誰も来ていないことを確認し、一息ついた。すると僕の腕に痛みが走った。見るとどこかの枝に引っ掛けたのか、結構深い怪我をしていた。走ってる時は怖すぎて痛みすら思考の外だったのだろう。そしてまたその日の夜、金縛りにあった。夢の中で部屋にいた女は部屋の隅から少し僕の方に移動していた。僕はもしかしたらだんだん僕の方に女が来て、最後は殺されるんじゃないかと思うようになった。それからまた月日は流れ、僕は地元の建築関係の仕事に就職した。金縛りはあの日からもう起きていないが、いつ起きるのかと思うと気が気ではなかった。そしてある日仕事で一人で残業していると、誰かの足音がした。僕は怖くなったが、恐る恐る振り向いた。しかしそこには誰もいなかった。気のせいかと思い仕事に取り掛かっていたら、また30分後ぐらいに音が鳴った。さすがに気のせいではないと思い振り向いたが、誰もいなかった。安堵して窓に目を向けると、あの女がいた。僕は驚いた。ここは3階だから窓から顔を出せるわけがなかったのである。そしてその女はあの日と変わらない空洞になった目でこっちを見て、あと3年と地獄の底から這い上がるような声で言った。僕はすぐに残業をやめ家に帰り、後日退職願を出して、今は精神科のカウンセリングを受けながら家にいる。僕はあの女が言った日が来たら死ぬのかもしれない。傍から見れば脳卒中、もしかしたら自殺と処理される死に方をすると思うが、これだけは分かってほしい。僕は本当はあの女に殺されているのだと。そして来年、あの女が言った3年後である。僕は一体どうなってしまうのだろうか。とあるホテルの13号棟。これは僕がまだ学生だった頃、
ウイスキー好きの友達 S と本場のスコッチを飲みにスコットランドに行った話。ある日 S と酒を飲んでると S が急にスコットランド行かない？本場のスコッチ飲もうよ。と僕に言ってきた。S は昔から突拍子もないことをいきなり言い出すので、もう慣れていて、また始まったよと思いながら、金が貯まったらな、と少し呆れたような声のトーンで返した。すると S は、今日からバイトして来年行こう、というので、それから二人で学校をサボったりしてバイトしまくって、1年後にはなんとか行くことができた。ちょっと贅沢に3泊4日だ。飛行機に乗ってる間も S はすごく嬉しそうに旅行の雑誌などを広げていて、僕もテンションが上がってた。スコットランドに着いてまずホテルに行った。ホテルはコテージのような場所で、僕は11号コテージ、S は13号コテージになった。それから夕食まで4時間ぐらいあるので S と散歩した。川沿いを歩いてると一軒の古民家にパブの看板が出ていて、そこで飲んでからホテルに戻ることにした。そのパブは雰囲気が良くて、中に入ると5人ぐらいのお年寄りの方が飲んでいた。僕らも席について燻製を口に入れてウイスキーで流し込んでいた。そして時間になったので、2人でホテルに戻って夕食をとった。夕食はスコッチブロスだった。僕と S はそれを食べて、ウイスキーをたらふく飲んで、各コテージに戻った。S は恐ろしく寝つきが良くて、いっぱい飯を食べて酒を飲んで、とっとと寝るやつだった。僕はその時不眠症だったので、そんな S が羨ましいと思っていた。しかし、次の日食堂で見た S は、目の下に大きなクマを作っていて、明らかに寝不足だった。しかも、いつもはいっぱい食べるのに、全然食べなかった。さすがにおかしいと思って、S に何かあったと聞いた。いや実は、ゆうべ妙なことがあって。S はいささか控えめに語り始めた。妙なこと？昨日の夜、いつものようにベッドに潜って簡単に寝入ったんだけど、夜中、なんとなく胸が苦しくなって目が覚めたんだよ。それで？長い付き合いだが、彼からそんな話を聞くのは初めてだ。ここ10年ぐらい夜中に起きることなんてまずなかったんだよね。そりゃそうだろ。お前に限ってそんなことはありえん。よくわかる。僕は少し茶化しながら大きくうなずいた。部屋の入り口の電気がついたままだったから、まだ夜中ってことは分かったんだ。それでまあ珍しく夜中に目が覚めたし、水でも飲みに行こうと思って水飲みに行ったんさ。それで立ち上がろうとしたら、なんと立ち上がれないんだよ。どういうこと？俺が聞きたいよ。多分、金縛りってやつなのかと、そん時考えてたんさ。そしたら、布団のない隣のベッドのマットレスがへこんでたってわけ。へこんでいくって？言葉の通りよ。そっからへこみが大きくなって、人型になっていったんさ。僕は S の話に聞き入っていた。S は続けて。その人型が俺の方に近づいてくるんだよ。そしてマットレスの端に来て、だんだんへこみがなくなっていって、全部なくなった瞬間、
俺の胸の上あたりが急に重くなったんだよ。すごく嫌な息苦しさだったよ。それって透明人間みたいなのが S の上に乗っかってきたってこと？そういうことなんだろうね。俺もようわからんからな。僕は怖い話だなとは思ったけど、多分旅の疲れと昨晩の酒の飲みすぎによるものなんだろうなと思って S の話を聞き終え、その話は終了した。朝食を食べた後、どこかに出かけようと思ったけど、S が眠そうなので、この日は一日寝て、明日に備えることにした。夕食の時は、もうすっかり元気を取り戻し、元気な S がいて僕は安心した。次の日、朝からコテージの呼び鈴が鳴ったと思ったら、興奮した S がいた。何事かと思って扉を開けたら、S が、キノコのミステリーサークルが窓の下に、と、寝ぼけている僕の手を引いて、13号コテージまで連れて行き、そのミステリーサークルを見せた。そこには傘の大きさが5センチぐらいのキノコが1メートルぐらいの円を作っていた。僕は偶然だろうと S に言ったが、内心は昨日の件と言い、やばいんじゃないのかと思っていた。そして、その日もスコッチを飲み倒し、迎えた最終日。まだ帰りの飛行機まで時間が結構あったので、S が僕にまた散歩に行こうと話した。今回は森の方に行ってみることにした。S は初めての場所であるのに、まるで何かに引き寄せられるように森を進んでいった。僕は S に引き返そうと言いたかったけど、S の雰囲気が少しおかしい感じがして話しかけられなかった。そのまま黙って森を進み続けると、古い城の残骸のようなものを見つけて、S はそこで静止した。残骸といっても4階建ての城の建物そのものはまだきっちり残っていて、窓や入り口の扉や窓がドクロのようにぽっかりうつろな感じで、目や口を開けてるような状態だった。僕は突然、背中のあたりがゾクリとした。全体の佇まいが視覚的な情報じゃないところから、やばいと直感させられたからだ。僕は S に引き返そうと話した。しかし、S は黙って中に入っていってしまった。置いて帰ろうかと思ったけど、S が心配だったから、僕は中に入らないで外で待っていることにした。待ってる間、城の写真を撮ろうとデジカメを取り出し、写真を撮った。しかし、なぜかシャッターが下りないのである。まだ買ったばっかりなのに壊れたかな、とか思って諦めた。それから1時間ほど経ったが、S が一向に帰ってくる気配がなかった。そろそろ飛行機の時間になってしまうので、意を決して中に入ることにした。宙に入ると、洞窟の中のようなひんやりとした感覚がした。少し進むと笑い声がして、多分 S の声だと僕は思って、その声の方に行った。奥の方に行くと、S が鏡の前で一人で笑っていた。僕は少し不気味に思ったが、S が脅かそうとしてるのだと思い、帰るぞと言った。そしたら S はピタリと笑うのをやめ、僕の名前を呼び、すぐ出るよと言った。僕は少し違和感を覚えた。具体的に言うと、それは見た目や声は完全に S なんだけど、別人のような感じがするというものだった。そしてそれは帰りの飛行機で確信に変わった。
旅の思い出話を僕からすると相槌を打つんだけど、自分からは絶対に話さない。さらに質問風に聞くと明らかに機嫌が悪くなり、僕を睨みつけ寝てしまった。僕はそれで S は別人になったんだと確信した。それで帰国してから S は今まで通り生活をしていた。S の親も友達も S に違和感を感じていないようだった。でも僕は確実に S が別人になったと気づいている。それからは S とは疎遠になっている。そして時はだいぶ進んで、僕ももう就職した後の話なんだが、この話をオカルト好きの同僚にしたら、大層興味を持ってホテルの13号コテージに間もなく行ったんだが、帰国して僕に、13号コテージなんてなかった。もう取り壊したのかと思ってホテルの人に聞いたけど、そもそもそんなもの存在していたことすらないって言われたぞ。お前らどこに泊まってたんだ？と聞かれた。僕はおかしいと思った。僕と S の撮ってきた写真には、ちゃんと13号コテージは写っているのだが、